this heart. Yeah, wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over. Yeah, you never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah, you would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah, you never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop. Yeah, yeah. It's almost like I can't stop. Yeah, yeah. Can't stop. No, no. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. I can't stop. I can't stop. Can't stop. Wanna be free of this heart. Yeah. Wanna それでは管理環境について紹介したいと思います。まず置き場所なんですが、窓際の明るいところに置いています。レースカーテン越しの日光を当ててるんですけど、直射日光は避けた方がいいかなと思います。次に温度に関してなんですが、うちは冬でも比較的暖かいです。夜間でもだいたい15度ぐらいまでしか下がりません。で、昼は25度ぐらいまでは上がるので、平均して20度ぐらいかなと思います。で、冬型の発根管理に適している温度は、平均で20度ぐらいって言われているので、そういった意味ではうちの環境はベストかなと思っています。もしこれよりも平均温度が低い場合は、シートヒーターを巻くなどして温度を調整してもいいかもしれません。次に水やりについてですね。この土の中に竹串を刺して先端までしっかり乾いていることを確認してから、スポイトでちょろちょろと水をあげるようにしています。で、気をつけてほしいのは、冬型は乾燥気味に管理した方が調子がいいというふうに聞くので、下から水が抜けるほど水はやらない方がいいかなと思っています。基本的にはそんな環境で僕は管理してますね。あとは前回の万物草の発根管理を失敗した時の反省点についてもちょっと触れておきたいかなと思っています。まず一つ目の反省点として、発根管理の時期に春を選ばないというのを挙げています。理由としては、春に発根管理を始めて手こずってしまった場合に、夏の休眠期がすぐ来てしまうためにリカバリーする期間がなく腐らせてしまうということが挙げられます。今回に関しては夏の休眠期までまだ時間があるので、じっくり管理をすることができるかなと思っていますね。
反省点の2つ目は、用土は乾きやすいものを使用するということです。冬型の塊根植物は全般的に乾燥気味で管理するといいというふうに言われています。そこで今回の土に関しては、角泉園さんの培養土に軽石 20%、あと黒曜石のパーライトを 20% 混ぜたものを使用しています。軽石は排水性を上げるためのもので、パーライトは通気性を良くするものです。もしかしたら少し入れすぎてしまっている感じもあるんですけど、この2つで乾きやすい環境は作れているかなと思ってます。はい、3つ目は乾き気味の環境で管理することです。これに関しては先ほどお伝えした通り、土もかなり乾きやすいものを使用しています。水に関しても完全に乾いた後に、たっぷりあげるのではなくてちょろちょろっとあげるようにしているので問題ないのかなと思ってますね。はい、4つ目は手根は問題なければカットしないです。これに関してもご紹介した通り、今回は特に腐りとかは心配なかったかなと思ってるのでカットはしてないので、大丈夫かなと思ってます。最後は鎖が入っていたらバッサリとカットするっていうものです。はい、それに関してはちょっと正直あんまり考えたくはないんですけど、今順調に新芽が出てきてるんですよね。なのでそれがもし縮んできたりとか色が悪くなってきたりとか加工気味になった時はもう躊躇なく抜いて、でもし鎖が入ってたらもう切らなきゃいけないなと思ってます。それを放置してもあんまりいいことないので、そこはよく観察をして、悪い変化っていうのはちゃんと捉えて判断したいかなと思ってます。はい、以上の5つが前回の万物草の発根管理から学んだ反省点となりますので、そこを活かせるように今回管理していきたいなと思っています。最後にもう一つ触れておきたいなと思っていることがあって、前回の万物草の発根管理を失敗した時に、冬型は鉢をヒートマットで温めちゃいけないよっていうコメントをいただいたんですよ。で、コメントをいただいて、僕も今回の発根管理を始めるにあたって結構悩ましくてですね、いろいろ考えたんですけど、そのコメントしてくれた方がどういう意図かはわからないんですが、僕なりの解釈をお話したいかなと思います。僕なりの解釈としては、適度に温めるのであればヒートマットを使ってもいいんじゃないかなと思ってます。ただし冬型って蒸れに弱い品種が多いって言いますよね。なので鉢の中に水分が多い状態かつヒートマットなどで過度に温めすぎてしまった状態になってしまうと、鉢の中が蒸れてしまって冬型の開墾には良くないかなと考えています。なので対処方法としては、排水性が良い土を使ったり、サーキュレーターをちゃんと回してあげたり、あとは水やりをやった直後は半日ぐらいはすぐ温めないで置いておくなどをすれば、ヒートマット自体の使用は必ずしも NG ではないのかなと思っています。ただし温めすぎにはやはり注意していただいて、鉢の中の温度は20度前後になるように、調整してもらえればいいかなと思います。ヒートマットの使用に関しては、僕の解釈なので、もし違う考え方があったらぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。はい、僕はこんな環境で今回管理していこうと思っています。それでは今回の動画はここでおしまいになります。また経過に関しては動画作りますので、ぜひ待っていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あといいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバイ。